よしきです。オリエンタルラジオの中田さんに今日は来ていただいています。ありがとうございます。よろしくお願いします。中田敦彦です。よろ恐縮でごしくお願いしざいます。ます。よろしくお願いします。これもう一度僕が中田さんとこのはい。今こうやって対談させていただいてる経緯みたいなのを喋った方がいいんでしょうかね。ああ、なるほど。確かにさらっと言ってまあでももいいかもし中田さんの番れませんし、組見ればわかりますもんね。確かに僕のチャンネル見ていただいて経緯そっちの方がいを、いですね。そうですね。その方がはい。コラボ感がうん。出るかもしれませんね。はい。そうですね。うん。まあ、不思議に思ってる方はまず中田さんの番組を見ていただあ、ければ、ありがとうございます。なんでこうなってるかっていうのがわかると思います。ねうん。え。それで先ほど中田さんの番組で白熱したトークをはい。したと思うんですが、はい。うん、音楽業界の勢力図みたいなことを話したんですよね。そうですよね。うん、特にここ数年うん。でアジアのプレゼンスが上がってきたから今日本人はチャンスだぞっていうことを YOSHIKI さんがおっしゃっていただいたところでした。そしたら、そはい。の流れで今度、危機感もいいですか、危機感。あ、それ聞きたいです。僕はですね、やはりうん。音楽マーケット、この何十年だろう、やっぱり日本っていうのは世界第2位のマーケットなんですよ。音楽はい。ビジネス規模に行くと。うん、うん、まあアメリカ、日本。まあそ第の2位なんですね。後にヨーロッパうん。の同時とか第2位ですね。はい。まあね、GDP は昔2位だったりうん。3位になってしまいましたが、うん。ただ日本のマーケットっていうのは、いい意味でも悪い意味でも、ドメスティックの中で成り立ってしまうんですよ。なるほど。やはり、うん、やはりそれ以外の、まあ、いろんな国のアーティストっていうのは自分の国だけの収入だと、そんなに、まあ、大きな収入を得れない、海外に出ていかなきゃいけないっていう国のアーティストたくさんいると思うんですね。日本はやはりそのマーケットは大きいので、うん、それがある種、日本のアーティストが世界に行く動機を今まで作れなかったっていううん。一つもあるかなと思います。はい。あと、まあ、決定的なのは、テクノロジーが発達しすぎてしまうと、うん。次の世代のテクノロジーに行くのに時間がかかってしまう。やはり日本はその、まあ、i モードっていううん。素晴らしい、ね、夏野さんでしたっけ、僕、知ってるんですが、i モードの箕輪のことで。夏野さんですね。はい。はい、そうですよね。うん。はいはい。が、まあ、素晴らしい、うん。まあ、多分その開発のうん。関わった人だと思うんですが、i モードっていうものがすごい勢いで、まあ、すごい浸透してしまって、おかげもあるし、逆に違った意味で、次の、うん、そのスマートフォンに移行が少しずれたとかいう。今この 5G に関しては、まあいろいろ皆さんいろんな意見があると思うんですけど、日本はあえて最先端に行かなかった、行ってないっていう、少し様子見てるのはいろいろあると思うんですが、まあすみません、音楽業界でいくとやっぱりその CD っていうものを、とても頭のいい方たちが、うん、ね、いろんな手法を使って CD を売り続けてきた。その結果、やはり、まあ、ストリーミングっていうのが多分浸透しづらくなってしまったっていう。うん、それが今、多分追いつくところに来てると思うんですが、うはい。ん、そういった意味で、ある種、日本のドメスティックの流通っていうのはすごく特殊な流通になってるっていう。まあ、日本だけじゃないんですけど、ヨーロッパの、まあ、国によってはやはり、まあ、CD がまだ店に置かれている。アメリカにいると、CD って言葉がもうなんか化石のような言葉になってる。もうそれは2年ぐらい前からなってて、はい。完全にスでもトリーミ結局行ったり来ングに。たりしてるじゃないですか。はいはい。うん。まあ、ストリーミングの前ダウンロードだったとうん。思うんですが、まあ基本的にはクラウドという発想にもううん。結構早い時期からなってたのかなと思いますね。うん。確かに今でも日本では、非常にメジャーな事務所とかレーベルとかアーティストがまだ CD を売るっていうプロモーうん。ションを続けてたりしますもんね。うん。そうですね。うん。まあ、決して僕はそれを批判してるわけじゃないんですけど、はい。うん。やはりなんとなく世界基準ってできるわけじゃないですか。そはい。の世界基準が、あの、いい意味の時もあるし、良くない時もあると、それは皆さんの判うん。断だと思うんですが、これはもう一刻も早く、まあもうストリーミング浸透してきたと思いますが、そのストリーミングの、まあ、良さですね。やっぱりうん。僕らのやつ、売ってるものも、ビジネスっていうのは、インテレクチャルプロパティじゃないですか。うん。 IP じゃないですか、基本的に。はい。音楽っていうものは無形財産ですよ。無形資産ですよね。そこを皆さんが、受け入れるべきかなっていう、確かにそうですね。ですね。
本当にその YOSHIKI さんはもう20代で最初に音楽を作った頃から会社を作って IP への意識は非常に高かったっていう、伝説が残っていますけれども、最初からそういう考え方を持ちながら音楽と向き合ってらっしゃったんですか？そうですね。やっぱり昔はどっちかっていうと、なんていうのかな、やっぱり先ほど闘争心が強かったっていうんですけど、なんとなく、あの、今までこうだったから、これからこうなんだっていうことを聞いた瞬間にジンマシンが出てくるら嫌だったんですね、それが。もう、はい。仮にそれが正しい方はするじゃないですか。今までこうだったからこれからもこうだ。きっと正しいこともいくつかあると思うんですよ。もうその言葉が大嫌いで、うん。今までこうだったんだったら俺はこうやって変えてやるっていう、そこの間に破壊っていう言葉が入ったんです、僕は。じゃあ全部破なるほど。壊してやろう。はうん、あ。音楽のその作り方を。中で、やはり、そうですね、まず僕はそのメジャーを破壊するって言ってたと思うんですね、当時は。はい。うん、やっぱりロックバンドっていうのは、あの、なんか、まあ、当時インディーズ、メジャーっていう、そのメジャーに行ったらかっこ悪いって言われたんですよ。へえ。あ、そういうことがあっうん、たんですね。あと、うん。ロックバンドはお金持ちじゃいけないって言われた。ほ四畳半ロックっていう言葉が、中田さんの時代わかります？四畳半ロック。いや、僕も聞いたことないです。僕先輩方々の、はい。もし日本のロック誌みたいなの見ていただけはい。たらあると思うんです。まあ素晴らしい先輩の方たちが、やっぱりロック誌としてはみんな貧乏っていうイメージだったんですよ。なるほど。それがかっこよかったんです。かっこよかっはたことが本当に貧乏だったかもしれないですよ。あそこで言ってると怒られちゃうか。で、あ。僕ははい。最初に、デビューして最初に、ロールスロイスを買った、ロールスロイスを買ったんですよ。ロールスロイスを最初に買ったんですか？はい。まあまあ、最初っていうか25ぐらいですね。すはい。ごいですね。25でロールスロイス。はい。でっかいの買いまして、で、自分で運転した最初は、金髪で、なんか、なんか、爽快で、はい。なんか要するに、何やってんだって、評論家方たちに言われれば言われるほど、なんかもう、とりあえず反発心がすごかったんで、闘争心がすごかったんで、ロースロイスかっ飛ばしたんですね、自分で。はい。だって、あいつは何をやってるんだっていうのをもう言われたくてしょうがないぐらいなへ感じで。え。そこから始まって、ちょっとその前に来ますと、僕やっぱりその、デビューするときに、だからまあ、そうですね、どうすればレコード出せるんだって、いろいろまあ、うん。メジャーの方たちに目をつけなきゃいけない。じゃあ、目をつけてもらえばいいじゃないか。で、じゃあ自主制作レーベルを作っちゃえばいいんじゃないかっていう、そんな感じで始まったんですが。うん。いや、そこの自主制作からものすごいこうね、全員を納得させて今ここまで来た、その上で吉さんが考える日本のこの音楽の売り方、リープフロッグを食らってるんじゃないかというか、遅れてる状態があるんじゃないかという危機感、これってどうやったら改善していくんですかね、日本の音楽シーンとかその売り方みたいなものって。うん。うん。逆に中田さんとかはい。見てて、この状況を例えば中田さんがここまで来られた過程ですうん、よね。あ、確かに。まあ、吉本にはい。入って、はい。そして吉本っていうところから独立して、はい。今、どのように思われてます？なんとなくあそこまでご存知いただいてたいんですが。本当に嬉しいです。いや、僕がもちろん。独立したところまで。いや、そうですね。音楽業界、僕もね、そのレディオフィッシュっていうところで少しだけ垣間見せていただうん。いたんですけれども、似てるなというところもやっぱりそのテレビとかお笑いとかそういうところもすうん。ごくあって、うん。今までのやり方でもちろんうん。ずっとやり続けていく人もいると思うんですけうん。ど、僕は世代的うん。にも意欲的にも新しい方向を見せるうん。んだっていう、そこがうん。なんだろう、多分うん。今のロールスロイスじゃないですけど、こっちの方がイケてるんだうん。とか、こっちの方がリッチうん。になれるんだよって言ったら若い人がついてくるといううん。か、みんな黙ってうん。てもそっちに切り替わっていくのかなっていう希望を持って、僕は YouTube 今すっごいことになってるよとか、日本人が海外に出るのもすっごく面白いし、どん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 出ていこうよみたいなことで、こう僕なりにこう見せつけたいっていうか、こう紹介したいっていう、そういう気概ではやっているんですよ。なのですごく今YOSHIKIさんのお話を聞いていて、その血気盛んな闘争心むき出しのYOSHIKIさんとすごく自分自身重ね合わせてすごく今励まされていました。でも僕自身はそういう気持ちで
あのどっちがスタンダードになるのか、どっちがうん、フューチャーがあるのかっていうことを見せる役割をうん、したいと思って頑張ってるっていうのは正直なところです。うん。そうですね。やはりはい、今まであったその世界から次の世界に飛び出すっていうのは、いろんな意味で勇気がいると思いますよね。うはい、ん。で、僕が当時ローソンの、実はそのローソンの背景がありまして、僕お父さんを亡くしてるんですけど、子供のはい。時、お父さんがそれを乗るのが夢だったっていうのをどっかで覚えてましへて、そういうえ、話もあるんですが、うん、ただ風当たりはもう強かったですね。はい。そうなんですね。もう強い、もうなんか全員が当時は敵に見えまして、いや、いや、もうなんかすごい戦場にな。して後ろも全部なんか戦ってる気分です。それ結構好きだった、嫌いじゃないんですけど。はい。いや、一人で1000人に向かってきてる感じでした。うん。やっぱり何かやると逆風がすごくて、まさに、今私すごく向かい風の中立ってるような今まさにそういう状うん。態なんですけども、その向かい風のうん。中でよしサバイブしてやろうと、乗り越えてやろうと、嫌いじゃうん。ないねと今おっしゃってたんですけど、その向かい風うん。を生き抜くためうん。のその知恵って何かありますか？うん。うん。僕は知恵というよりもやっぱりファンの方が後押ししてくれたんですね。なるほど。うん。やはり業界の方たちに当時は雑誌のメディアの方たちにすごく叩かれまくったんですね。うん、ただ、実際の僕のコンサートのオーディエンスはどんどん増えていったんですよ。目に見えるように。はい、やはり、そういう向かい風に向かうときって、もし自分が間違ってたら、はい、それでも向かっていくっていうタイプじゃないんですね。僕はうん、その時は、ごめんなさい、僕間違ってましたと。うん、それはもう自分の信念を変えても次のところに行くべきだと思うんです。そういう意味で僕は、ある種頑固じゃないところを持ってるんですが、ただ、はい、ファンがついてきてくれてるんだ。結局僕の音楽と、そのファンとの関係値って多分一番大事な関係値だと思うんですよ。はい、その全てのその間を取り持つ媒体であって、だから、ファンの人たちがついてきてくれるんだったら、僕は間違ってないんだと。だったらもっと喧嘩してやろうと思ったんですよね。はい。いや、ファンの方々がついてきてくれうん、る限りは間違ってないぞと。うん、これ逆にうん。ファンの方から止められることっていうのもあるんですか？それはファンの方でもいろんな方がいますから、はい。ヨシキさんメジャーに行くんだったらファンやめますってそれもたくさん言われました。うなるほん、ど。うん。そこに対しては一応自分なりの文を書いたり、書いたりして、当時はネットとかなかったので、はい。どっか雑誌に頼むからこれあげてくださいって、それとも広告打ったかな、なんか書きましたね。僕の一応意見を伝えておこうと思ってっていうメジャーに行く意味みたいなものを書いたことがあります。うん。それ真摯に向き合ってですね。伝えるっていうことをやるってことですね。うん。そうですね。うん。なんか言い訳になっちゃよくない。言い訳ってやっぱりなんか良くないなと思って、とりあえずうん、自分の意思を言う。で、っていう、なんか結構僕なんか、あまりカーブとかそういうの投げられないタイプなんで、多分直球しか投げられないタイプ。うん。で、バッターボックスに立てば、ホームランかデッドボールどっちかみたいなタイプで、なるほど。はい。激しいですね。ホームランかデッドボールは激しいですね。かなり激しい。メンタルが相当強くないと続けられないですよね。なんか、話飛びますけど、僕、はい。お父さんを子供の時亡くしてるんですね。はい。だから、死というものがすごい目の前にうん。あったし、今でもあるんですよ。だから最悪俺死ぬんだなっていうふうにいつも思ってたんで、逆にそう思うと怖くなくなってしまったっていうのもあるかもしれないですね。うなるん。ほど。その死を意識するということうん。で強くうん。生に対して勇気を持って一歩踏み出せるっていうところは間違いなくあったということですか？死って、はい。皆さん、決していいイメージじゃないじゃないですか。やっぱり怖いですでも、よね。死うん。があるから生があると思いません？うん。確かに僕、それは。山中教授、はい。iPS のうん。とても仲がいいんで、たまに、お話しさせて、よしチャンネルもよく来ていただいてるんですが、はい。
まあ iPS のそのテクノロジーで、人っていうのは永遠に生きられるんですか。まあそれは、ね、神のその意志に背くとか、is it will of God or not ってあると思うんですが、はい。多分テクノロジー的には今後可能だと思われるんですね。その一生、日本人は死なない。うん、じゃあ仮に死ななかったら生って何なんだろうと思いません？なんか確かに。僕らは死ぬから生があるんだっていう生死の、もし死がなかったら生って何なんでしょうねっていう。だからもし、ちょっとすみません、急に深い話になっちゃって、いい。死ぬ瞬間に、まあそれが今ね、いろんな時代が変わってきて、今まで80年だとかだったのは、100年、120年になって可能性あるじゃないですか、僕らがはい。死を迎える瞬間ですね。その瞬間にどう思うか。とりあえずやることやったよなって言って死ねるのかなって自分を、その瞬間のイメージを常に僕は持ってる。もう、もし明日死んだら、その時に俺、昨日までの人生思いっきりできたかな、それともなんか悔いがあるかなって、そこから始まっちゃってるのが毎日そうやって思ってたら変な人じゃないですか。だけど、その気持ちがどっかにあるんですよ。お父さんが死んだ時に、お父さん、お父さん自ら命を絶ってしまったんですが、お父さん幸せだったのかなって、自分が命を絶つ瞬間、何を思ったんだろうなっていう、まあ僕はその家族としてなんで俺たちを置いていってしまったんだみたいな、そういう怒りもあったりいろいろするんですけど、幸せだったのかなっていうふうに考えたら、じゃあ俺が自分が命を、死ぬ時にやれることやったかなっていう、何のために自分生きてたのかなって多分思うと思うんですよ。どんな状況で死ぬにしても。うん、それで僕はいろいろそこから考えていくと、全てなんかちっちゃいじゃないですか。僕らの今の、僕らって自分が考えてるそんな悩みなんて、逆風なんてね、っていうふうに思ってきてるっていう、ちょっとすみません、話がかなりかっ飛んでしまったんですが。いや、かなりでもすごく重要なことだと思います。そこに比べたらその逆風っていうのはそんなに重要なことではないんだっていう、ある意味すごく腹のくくった状態からスタートしてるってことですもんね。そうですね。そこは今でも変わらないっていうか、だから海外に話がずっと戻ってきましたけど、海外にいて、戦っていられるというのはあるかもしれないですね。この YOSHIKI さんのそのすごい革新的なことをやりながら逆風を浴び続けていたっていうヒストリーがあると思うんですけど、その逆風がなくなったもしくは弱まったタイミングっていうのもあったんですか？まあ、ところどころではありますね。やはり僕も随分その変わってきたのは闘争心から、随分変な変わりようなんですけど、やっぱり生きている意味って何なんだろうっていう、もともと当時、労組とか持ってたって言うじゃないですか。その後フェラーリとかいっぱいいろんなもの持ったりしたんですけど、なんかそういう物欲じゃなくて、結局幸せって何なんだろうって、すみません、悟ってしまったわけじゃないんですが、やはりなんか人に何かをしてあげて、YOSHIKI さんありがとう、YOSHIKIありがとうって言われた瞬間、すごく幸せを感じ始めたんですね。もちろんファンに素敵な曲作ってくれてありがとうって言われた瞬間とか、これって何かを自分のために買った時とレベルが違うなと。じゃあまた死ぬ瞬間に、自分はいろいろあったけど、なんか世の中のためにいいことをしたよなって言ったら、死に際に僕は幸せになれるんじゃないかっていう、これもなんか人を救うと自分も幸せになるじゃないですか。その幸せの度合いっていうのが違うレベルなんですよ、やっぱり。それがなんか逆風に思えなくなってきたっていう時でもあるかなっていう。ありがとうございます。すごく貴重なお話聞かせていただきました。なんか中田さんの番組はい。をね、いろいろ見させていただいている中で、なんか多分そういうこういう話してもいいんだろうなって勝手に僕は思ってしまって、いろいろちょっと結構深く話しましたけど、すごく嬉しいです。逆に僕も聞いていいですか？すもちろんです。ごくいろんな分野をカバーして本のされてるじゃないですか。はい。それってどういうふうになんか説明するときになんか怖さはないのかなとかっていう。ありがとうございます。僕のチャンネルの一番の社会貢献は
事実を伝えること以上に学ぶって楽しいって興味をいう、持ってもらうこと。はい、もう本当に一言で、みんな勉強ってつまんなくて嫌なものってどっかで思っちゃってる人って多いと思うんですけど、僕はうんもちろんどれだけ学者さんだって同じテーマを勉強し続けてるのはいきなり正解にいけないからで、勉強して間違いながら間違いながら一歩前に進むっていうのが実はためになるからじゃなくて楽しいからやるんだっていう。僕最初に世界史を全然知らなかったんですけど、世界史を勉強して感動して面白すぎて、それで動画にし始めたのがきっかけだったので、もう間違ってて叩かれても、はい、世界知らなかったんですか？そうなんですよ。すごい詳しい方だなと思って、本当に思いますよね。でも僕日本史専攻で受験受けてたんで。500年ぐらい勉強してるような感じのなんか雰囲気で喋ってらっしゃいますけど。でもなんかその初めて見た映画を見た直後に喋ると興奮してあの映画良かったぜっていう人って多いじゃないですか。それと同じように僕は初めて勉強したことを興奮のままに喋るっていうのが僕の好きなことなので、もうあれ全然知らなかったんですよ。偉そうな顔してすいません本当に。いや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 。勉強したてで喋ってたんです。でもでも興味を持ってもらうこと大事ですもんね。興味ですね。やっぱりそのね、今までの事実って時間が経つによって変わってきますもんね、事実っていうものはね。はい。まあもちろんコメント欄も YouTube はたくさんあるので、そこで訂正してくださる方もたくさんいるので、それも含めてみんなで学んでいこうよっていうのができるメディアかなっていう信頼も少しあるんですけども。それでなんとか関東かやっております。風当たりっていうのはどうなんですか？そういった YouTube の面、その番組の中での風当たりというのはどうなんですよ。風当たりですか。いや、その時々あるんですけど全く同じで、すごくファンの方々とか喜んでくださる方がいるので、自分自身直すとこ直しながらやっていこうという、本当にYOSHIKIさんのお話聞いてすごく励まされました。全く同じです。全く同じです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すいません。まあそんなこと言って僕もね、なんかこう見えてもちょっと分かんないですけど、自分がよく、強い人間なのか弱い人間なのか分かんないですけど、結構傷ついて落ち込んだりもします。はい。YOSHIKIさん落ち込むんですか？アメリカだと結構普通に落ち込みますよ。僕普通にカウンセリングってアメリカ皆さん受けてる皆さんって受けてる方多いんですけど、僕も週1回は今リモートでカウンセリングの先生にそういうなんていうんですか、そういうお話をして、はい。はい。いやもう超人のような人だとも思ってたので、そういうの聞くと逆に励みになりますね。思いっきり壊れまくってもうバラバラになっちゃいます。いろんな意味で。そうなんですね。でも朝起きた時に今日も頑張るぞみたいな、はい。で夜寝る時にバラバラになってたりしますね。はあ。今でも戦い続けてらっしゃるってことですもんね。はい、壊れてはまたなんか骨って、完全に壊れてなけしまなければ強くなるじゃないですか。折れた後が強い。その発想かな。はい。精神的にも。なんか中途半端に壊れればですね。本当に壊れちゃったら多分どっか行っちゃうんでしょうけど、ギリギリそこまでいかないでなんとか、強くなってると思ってるだけかな。わかんない。もしかしたら弱いかもしれないですけどまだ。いやすごいことです。すごいことです。チャレンジし続けてるYOSHIKIさんが本当に励みになります。いやでもそのファンの皆さんのおかげです。やっぱりどっかで押してくれてるんで、中田さんもぜひそういったファンの皆さんを大切にしてあげてください。本当にありがとうございます。